さて、今回はですね、日本が世界に誇るちょっと画期的な生物学データベースの話をします。その名も KEGG、京都遺伝子ゲノム百科事典。これ単なるデータの集まりじゃないんですよ。生命のすごく複雑な仕組みを解き明かすための、いわば生命の地図みたいなものなんです。まず、この問いから始めたいんですけど、これって現代の精密医療が抱えるすごく大きな課題なんですよね。私たちの体には、2万以上の遺伝子があるって言われてます。技術も進んで、一つ一つの遺伝子の情報はもう山ほど手に入る時代になりました。でもそれってただパズルのピースをたくさん持ってるのと同じで、それだけじゃ全体像は見えてこない。健康とか病気を本当に理解するためには、この膨大な点と点をどうつなぐのか、その方法がどうしても必要なんです。ということで、今回はこの6つのステップで見ていきます。KAG がこの情報の洪水からどうやって意味を見つけ出して、僕たちの医療の未来を根本から変えようとしているのか、その壮大なストーリーを一緒に追いかけていきましょう。で、まず最初のポイントが、まさにデータの洪水。これよく言う木を見て森を見ずっていう状況そのものなんですね。個々の遺伝子、つまり一本一本の木のことはもうびっくりするくらい詳しく分かってきた。なのに、それらがどうやってお互いに関わり合って森、つまり僕たちの生命システム全体を動かしているのか、その全体像が逆に見えにくくなっちゃってるんです。そうなんですよ。問題は情報の量じゃない。バラバラに存在する膨大な遺伝子とかタンパク質の情報をちゃんと意味のあるネットワークとして結びつけて、一つの物語として読み解くための道具。それが今、喉から手が出るほど求められているわけです。そしてその超強力な道具こそが今回の主役、ケッグなんですね。そこで登場するのがケグ。これはもう生命の地図とか生物学の世界のカーナビみたいなものだと思ってください。ただ情報が置いてあるだけじゃなくて、生命のめちゃくちゃ複雑なパズルを解くための動く仕組み、フレームワークなんです。じゃあ、KEGG って具体的には何なのか。このスライドにある通り、遺伝子とかタンパク質みたいなすっごくミクロな分子レベルの情報から、僕たちの体っていうマクロなシステムが全体としてどう機能しているのか、それを理解するために作られた日本初のすっごいデータベースなんです。しかもですね、そのスケールがまたすごいんですよ。ケーグって普通一つのデータベースだと思いがちじゃないですか。でも実は違うんです。この数字見てください。16。これなんとそれぞれ違う役割を持った16もののデータベースが互いにがっちり連携して動いてる、とんでもなく巨大なエコシステムだってことを示してるんです。この巨大なシステムは大きく分けてこの4つの柱で成り立っています。生命の設計図であるゲノム。体の中で何が起きているかを示すシステム、薬とか化学物質に関する科学、そして病気や治療に直結する健康の情報。ケッグの本当にすごいのは、これら4つのカテゴリーの情報が全部中でしっかりつながってるってことなんです。じゃあ、どうやってその膨大なデータをつないでるのか。ここにケグの真髄、いわば秘伝のタレがあるわけです。それが KEGO オーソロロジー、通称 KO。これ何かっていうと、例えばマウスと人間みたいに全然違う生き物でも同じ働きをする遺伝子を、これは同じものだよねって認識するための共通言語なんです。これがあるからマウスの実験で分かったことが人間の病気の理解に直接役立つなんていう画期的なことが可能になるんですよ。さて、じゃあケッグがどうやって複雑な生物学を僕たちに分かりやすく見せてくれるのか、その最も直感的でパワフルな機能を見ていきましょう。ケグのまさに心臓部とも言えるのがこのパスウェイマップです。これは体の中の代謝とか細胞の中の情報のやり取り、病気のメカニズムみたいな分子のネットワークを専門家が一つ一つ手作業で描き起こしたまさに生命の配線図なんですね。例えば、がんの仕組みってすごく複雑ですよね。でも、このパスウェイマップを使えば、ほら、こんな風に細胞の中でどんな連鎖反応が起きているのかを目で見て追うことができるんです。どの信号が伝わって最終的に細胞が増えちゃうのか。この全体の流れがわかることで、じゃあ、この流れのどこを止めればがんを抑えられるんだろうっていう薬を作るための戦略がめちゃくちゃ立てやすくなるわけです。こういう基礎研究で分かった知識が、じゃあどうやって実際の医療、
つまりお医者さんのいる臨床の現場で役立つんでしょうか。その橋渡しをしてくれるのが KE-KGG メディカスなんです。今までの薬の情報って、この薬はこの病気に効きますって書いてあるだけでしたよね。でも、ケッグメディカスは違うんです。なぜその薬が効くのかを分子のレベルで説明してくれる。で、ここが重要なポイントなんですけど、病気っていうのを単なる症状じゃなくて、分子ネットワークの乱れとして捉え直しているんですね。このつながりをもっと具体的に見てみると、こんな感じです。例えば、ある特定のがんの薬は大腸がんに効きますと。それはなぜかというと、細胞の中にある MAPK シグナル伝達経路っていう分子の道筋に作用するから。ほら、こうやって薬、病気、そして生命のメカニズム、これまで点と点だった情報が KG メディカスのおかげで一本の線でつながるわけです。で、話はここからさらにスケールが大きくなります。このきれいに構造化された膨大なデータは、今まさに医療に革命を起こそうとしている AI、つまり人工知能にとって最高の燃料になるんです。まさにその通りで、ケックってただの情報置き場じゃないんですね。この言葉にあるように、分子と分子の関係性がきれいに整理された AI が学習するための知識グラフ。言うなれば超高品質な教科書みたいなものなんです。AI はこの教科書で勉強することで、僕たち人間には見つけられないような生命の複雑なパターンを発見できるようになるんです。AI と KEG がタッグを組むと、もうこんなにワクワクする未来が見えてくるんですよ。人間だけじゃ見つけられなかった新しい薬のターゲットを発見したり、すでにある薬の全く新しい使い方、いわゆるドラッグリポジショニングを加速させたり、薬作りのプロセス自体が根っこから変わる。まさに医療革命の始まりですよね。そして最後に、ケーゲが見据えている本当に壮大な未来のビジョンについてお話ししましょう。それが、あなた自身の生物学的なデジタルツインを作るという構想です。この未来の鍵を握るのが、ネットワーク薬理学っていう考え方です。これまでは、一つのターゲットに一つの薬を当てるっていうのが主流でした。でもこれからは、病気の原因になってるネットワーク全体を丸ごと調整するっていう、もっと全体を見たアプローチに変わっていくんですね。そして、その究極の形が、このデジタルツインの構築です。患者さん一人一人のゲノム情報とか健康診断のデータを、ケグが持つ生命の地図の上に全部プロットしていく。そうすることで、コンピューターの中にその人そっくりの仮想的な生物モデルを作り上げようっていうことなんです。ちょっと想像してみてください。もしお医者さんがあなたに新しい治療を試す際に、まずコンピューターの中にいるもう一人のあなたで、その効果とか副作用を完璧にシミュレーションできるとしたらどうでしょう。これも SF 映画の話じゃないんですよ。KEGG が提供するこの生命の地図は、そんな究極の個別化医療の未来を今目の前の現実にしようとしてるんです。私たちの健康、そして生命との向き合い方が根本から変わる、そんな時代の幕開けを僕たちは今見ているのかもしれません。